次の方、どうぞ。忘れちゃったよ。忘れちゃったよ。まあまあ、そんなに混乱しないでください。何があったのか、何が起こったのか、私にわかるように言ってください。一体何を忘れてしまったんですか？薬を飲み忘れちゃったの。飲み忘れると死んじゃう薬があるの。あらら、それは結構な問題ですね。薬の中には怖いものもありますから、飲み忘れないようにしないといけませんね。確認のため聞きますが、飲み忘れる頻度はどれくらいですか？この1年間で325回飲み忘れました。なるほどなるほど。ちょっと待ちなさいよ。どんだけ飲み忘れてんのよ。325回です。何誇らしげに回数言ってるんですかね。そして飲み忘れるくせに、なんで回数はきっちり覚えているんですかね。先生、なんだか頭が痛くなってきましたよ。325回。いや、回数はもう言うなっての。ちょっと黙ってなさいよ。忘れちゃったよ。このままでは話が進みません。そちらの方、ご説明をお願いできませんか？わかりました。説明させていただきます。薬の飲み忘れですが、以前からゆかり様はしょっちゅう忘れておられましたが、最近では悪化しているようにも感じます。悪化している？それは穏やかな話ではないわね。様子について詳しく教えてもらえるかしら？はい、お話しさせていただきます。ここ最近ですが、以前に増して妄言を言うようになりました。以前から妄言があったというツッコミは、今はしないでおくわね。妄言といっても色々なタイプがあるのだけれども、内容がわからない限りは診断はできないわよ。一体どういった妄言を彼女は言うのかしら？八雲ゆかり、17歳です。ゆかりんはね、特別だから、永遠に17歳なんだ。みんなありがとう。っていつも言ってます。なるほど、病気ですね。ここまで来ると、脳みその検査が必要なレベルだと思います。確かに、色々調べる必要はあるかもだわね。てか、正直なこと言うと、どこが17歳なんだよ、って思いませんか？どう見ても17歳になんて見えないし。歳くらいなんじゃないかって感じしますし、てか。特に検査はしませんが、多分大丈夫だと思います。飲み忘れている薬をチェックしましたが、直ちに体に影響するものはありませんでした。つまり、異常はありません。以上です。どうしよう、どうしよう。一体何をどうしようとしてるんですかね。先生、最近暑くて食欲が出ないんです。なるほど、夏バテってやつかしらね。夏バテは結構厄介で、色々と体調を崩しかねないから注意が必要だわ。先生、このままだと私、何も食べられなくなって、死んじゃいますよ、死んじゃいます。大変失礼しますが、あなた様は生きていましたっけ？それでは昨日食べたメニューを言います。いや、ちょっと待ちなさいや。誰もそんなこと言えなんて言ってないですし、てか質問スルーされた。昨日はね、ピザを食べたわ。ピザを食べた？夏バテなのによく食べられましたね。3枚食べたわ。ピザが増えた。これ以外にもね、食べたものあるよ。いや、夏バテなんですか本当に。チャーシュー麺、醤油ラーメン、豚骨ラーメン。おかしいよこの人おかしいよ。これにご飯物が加わります。いや、もういいですって。親子丼、うな丼、海鮮丼。食いすぎだっての、あなた絶対に夏バテじゃないって、お口直しの半ライス。食べちゃったーよー。お口直しに半ライス食べちゃったーよー。お口直しに半ライスなんてわけわかんないよー。先生。やっぱり私は夏バテなのでしょうか？んなわけないでしょうがあなた、夏バテの食欲じゃないわよ。てか、普通の人でもそんなに食べないわ。あなたは異常です。異常です。そんなまったく、医者ってのも楽な仕事じゃないわね。みんながお盆休みだとしても私は普通に仕事だし。はぁ、少しくらいゆっくり過ごしたいわ。大変だ大変だ。熱中症の患者が来ます。ご対応をお願いします。わかったわ。対応します。うどんには患者について何か知ってる？いいえ、特には聞いていません。私が患者について知っているのは、T が発見したということだけです。そうなのね。了解したわ。では、患者を診察室へ連れてきてください。頼んだわ。二人とも。搬送、完了しました。ありがとう。では見てくるわ。よろしくお願いします。大丈夫ですか？大丈夫ですか？姫様、一体どうされたんですか？助けてよ、エイリン。助けろと言われましても。エイリン、私ね、熱中症になっちゃったの。いや、熱中症のようには見えないんですが。エイリン、私が熱中症って言ったら、熱中症なんだよー。また始まったよ。姫様のダダこねタイム始まっちゃったよ。私はエイリンのこと信じてるのに、エイリンは私のこと信じてくれないの？そんなわけないですって。あはは、嫌だな誤解ですって誤解。姫様のこと信じてるに決まってるじゃないですか。よかったよかった。やっぱりエイリンは信じてくれてたんだ。ですね姫様、私なりに熱中症の原因を考えてみたんですが、永遠亭の電気使用量がすごいので、優しい姫様は、それじゃあ節電をしようということで、姫様の部屋のクーラーを切ることにしました。だから、姫様は熱中症になった。クーラー切るわけないでしょ。冷房ガンガンに効かせてあるわ。
そうでしたか。そりゃ当たり前よ。私の部屋にはパソコンとかゲーム機とか、いろいろな精密機器があるんだから、クーラーはガンガンじゃなきゃダメよ。あ、やばいそろそろ切れそう。となると、水分補給の問題ですかね。喉が渇いたので姫様が冷蔵庫を開けると、なんとそこには大好きなジュースがありません。ジュースが大好きな姫様にとって、水道水や麦茶なんて、とてもじゃないが飲めません。そこで姫様は飲まない、と決意します。だから姫様は熱中症になりました。なわけないでしょ。ジュースは通販でお取り寄せしてるんだから、在庫がなくなるなんてありえないわ。今日もガブ飲みよガブ飲み。もう、切れちゃうよ私切れちゃうよ。結局、姫様は熱中症じゃないじゃないですか。これじゃあ、心配した私が、バカみたいじゃないですか。まったく、エイリンは分かってないな。よく見れば熱中症ってわかるじゃんか。一体何を言ってるんですかね。何ってみりゃわかるじゃんか。ゲームの熱中症だよ。エイリン、助けてよ。ゲームに熱中しすぎて、コントローラーから手が離せないんだ。私の熱中症、直してよ。あなたの場合、それは熱中症じゃなくて、依存症って言うんだよ。ここまでご視聴ありがとうございました。次回も楽しみにしてくだされ。チャンネル登録はこちらから。他の動画もぜひ見ていってね。